ちは。テクテク日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語でお話しします。はい、皆さんお元気でしょうか？先日すごい強い風が吹きました。洗濯物を干していたらすぐ飛ばされてしまうほど強い風でした。そしてその日の夜から急に寒くなりました。季節が変わる時ってこんな感じですよね。昨日まで暑い暑いって言っていたのに急に寒くなる。今年は特に暑い日が長く続いていましたから、カレンダーでは秋なんですけど、全然秋って感じがしませんでした。着るものも半袖の薄い服を着ていたし、でもちゃんと季節は変わっているんですよね。気がついたら急に寒くなって、もうストーブが必要な気温です。私の部屋は床がフローリング、木の板が張ってあります。夏の間は良かったんですが、涼しくなってきたら床が結構冷えるんですよね。今まだカーペットがないので、床の上に直接座ると体が冷えてしまいます。それでホームセンターに行って暖かいカーペットを見てきました。暖かい服や靴下もそろそろ買わなくちゃですね。さて、私が住んでいる長野県では、この時期、リンゴ狩りが有名です。リンゴ狩りというのは、木になっているリンゴを取る、収穫することです。リンゴ狩りの話をする前に、狩りという言葉について説明しますね。これ漢字を概要欄に書いておきますね。狩りという言葉は普通は動物を捕まえるという意味です。でも他にもいろいろな意味があります。例えば山や野原で花や木を探して楽しむこと、これも狩りと言います。普通の読み方は狩りです。でも他の名詞に接続すると狩りと読みます。例えばリンゴに接続するとリンゴ狩りと読みます。リンゴ狩りはリンゴを取って食べることです。ぶどう狩り、きのこ狩りも同じですね。ぶどう狩りはぶどうを取って食べる。きのこ狩りは山でキノコを見つけて取ることです。でも、リンゴを作っている農家の人がリンゴを取ることをリンゴ狩りとは言いません。普通にリンゴを収穫すると言います。リンゴ狩りという言葉には、そのことを楽しむ、遊びながらやるという感じがあります。仕事としてリンゴを取るときは、楽しみや遊びの感じではないですよね。だから、リンゴ狩りとは言いませんね。信州、長野県は今まさにこのリンゴ狩り、ぶどう狩り、きのこ狩りのシーズンです。リンゴ農園でリンゴ狩りをすることができます。お客さんはリンゴ農園で料金を払って決められた時間の中で好きなだけリンゴを取って食べることができるんです。木になっているリンゴを自分で取ってその場で新鮮なリンゴを食べることができるのでとても人気があります。ぶどう狩りでは有名なシャインマスカットが食べられるところもあります。きのこ狩りは山の中に入って天然のキノコを取ります。キノコには毒があるものがあるので、
必ず専門の人、ガイドさんと一緒に行ってくださいね。山の中を歩きながら天然のキノコを取って食べる特別な体験ができます。こんな風に果物や食べ物を楽しみで取るときに何々狩りという言葉を使います。でも果物や食べ物以外にも使う言い方があります。わかりますか？そう、もみじ狩りです。もみじは食べ物じゃありませんね。秋になると山の木の葉が赤や黄色に変わる、このことをもみじ、または紅葉と言います。山や公園などへ行って、もみじ、紅葉を楽しむことをもみじ狩りと言います。そうそう、もみじと紅葉はどう違うのって思いませんか？ちょっと混乱しますよね。紅葉というのは秋に木の葉が赤や黄色に変わること、その現象のことです。そしてもみじは紅葉する木、葉の色が赤や黄色に変わる木のことを言うのだそうです。で、もっと複雑なことを言うと、もみじ狩りは漢字で書くとき、紅葉狩りという書き方をします。ちょっとわかりにくいので概要欄に漢字を書いておきます。できたらスクリプトでも見てみてください。紅葉は漢字で紅の葉と書きます。でも何々狩りがつくときだけは読み方はもみじです。紅葉と書いてもみじと読むんです。だから紅葉狩りとは読みません。もみじ狩り。これ気をつけてくださいね。そう、このもみじ狩り、これも秋の風物詩ですね。今年は暑い日が続いたので、いつもの年より紅葉が遅いらしいです。今週末ぐらいからいろいろなところで紅葉が楽しめるようになりそうですね。皆さんも機会があったらぜひりんご狩り、きのこ狩り、もみじ狩りなど秋の自然を体験してみてくださいね。では今日の単語を復習しましょう。ウェブサイトにスクリプトがありますので皆さんどうぞ利用してくださいね。それでは始めます。1、フローリング、フローリング。2、カーペット、カーペット。3、リンゴ狩り、リンゴ狩り。4、キノコ狩り、キノコ狩り。5、もみじ狩り、もみじ狩り。6、収穫する、収穫する。7、現象、現象。8、もみじ、もみじ。9、紅葉、紅葉。10、風物詩、風物詩。11、体験、体験。このポッドキャストのスクリプトがウェブサイトにあります。それから YouTube でも字幕、サブタイトルをつけてアップしています。読みながら聞きたい人は YouTube でも聞いてみてください。日本語の字幕と英語、中国語の字幕もあります。英語と中国語は自動翻訳、
コンピューターの翻訳を私が少し直しています。でも専門の翻訳ではないので、間違っているところもたくさんあると思います。参考程度に見てくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。概要欄にメッセージのフォームのリンクがあります。Spotify のスマホのアプリでもコメントが書けます。YouTube のコメント欄でも OK です。このポッドキャストを気に入っていただけましたら、フォロー、評価いただけるととっても嬉しいです。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。